皆さん、こんにちは。今回は、スマホ加速度データの活用シリーズの第2弾として、データ分析の重要な前処理である、バンドパスフィルターについて解説します。テック&テイルズがお送りします。まず、スマホから取得できる正の加速度データについてお話しします。加速度データは X、Y、Z の3軸で収集されますが、これをそのまま分析に使うにはいくつか問題があります。一つ目は、向きへの依存性です。ポケットやバッグの中でスマホが回転してしまうと、数値が大きく変わってしまいます。二つ目は、ノイズです。電子的なノイズや微細な振動が含まれ、信号がブレてしまいます。そして三つ目は、成分の混在です。ユーザーの動きだけでなく、常に地球の重力加速度が含まれてしまっています。そこで、これらの解決策となるのが、合成加速度 SVM です。これは、XY、Z の3軸の値を2乗して足し合わせ、そのルートを取るという計算式ユークリッドノルムで求められます。これがなぜ重要かというと、スマホの向きや回転に関係なく、運動の総量強度だけを捉えられるからです。また、複雑な3軸の信号を一つの信号に集約できるため分析が単純化されますし、身体活動強度を評価する際の標準的な指標ゴールドスタンダードとしても知られています。合成加速度をイメージで理解してみましょう。スマホの中心から伸びる矢印ベクトルを想像してください。動くたびにこの矢印の向きと長さが変わります。SVM 合成加速度は、この向きを無視して、矢印の長さだけを計算するものです。これにより、スマホがどちらを向いているかを気にせず、どれくらい激しく動いているかだけを測定できるわけです。次に、周波数フィルタリングを使って、重力と運動を分離する考え方を説明します。生の信号には、ユーザーの動きと地球の重力の両方が含まれています。ローパスフィルターを使うと、ゆっくりした変化である重力成分を抽出でき、スマホの傾きや姿勢の判定に使えます。一方、ハイパスフィルターを使うと、重力を取り除き、歩行などの純粋な身体運動だけを抽出することができます。周波数という視点で信号を見てみましょう。人間の動きは、電子ノイズよりは遅いですが、重力の変化よりは速いという特徴があります。グラフをご覧ください。0から 0.5Hz の低周波領域は、主に重力成分です。0.5 から 20Hz の中周波領域が、歩行や走行などの身体運動のメインとなる帯域です。そして 20Hz 以上の高周波領域は、センサーノイズや微細な振動であることが多いです。こちらは信号の平滑化、つまりノイズ除去のイメージです。グレーの線が生の信号ですが、移動平均やバターワースフィルターといった処理を行うことで、高周波のブレを除去できます。青い線のように、本来の運動の軌跡をクリアにすることができます。今回の分析で使用するデータについて説明します。Physics ツーロコックスセンサースイートという無料アプリを使用します。スマホのセンサーデータを CSV ファイルとして出力できる便利なツールです。今回は、このアプリの G-FORCE メーターまたは線形加速度計を使って取得したデータを使用します。データは CSV 形式コンマ区切りで記録されています。CSV の中身は、1行目がサンプリング周波数、2行目が項目名、3行目以降に実際の測定値が入っています。このファイルを Google コラボなどの分析環境の作業領域にアップロードして準備します。ここからは、Google コラボ環境内の CSV ファイルを自動でリストアップして選択するコードです。まず OS モジュールを使って、現在のディレクトリにある .csv で終わるファイルをすべてリストアップします。もしファイルが見つからなければ警告を出し、見つかれば利用可能なファイル一覧を表示します。次に、ユーザーに入力を求めてファイルを選択させる部分です。番号を入力するか、ファイル名を直接入力することで、対象のデータを特定します。無効な入力があった場合のエラー処理もここに含まれています。ファイルが特定できたら、実際にデータフレームに読み込みます。次に PD Read Underline CSV を使い、読み込みが成功したら、正常に読み込みましたと表示し、
データの先頭数行を表示させて確認します。こちらが実行結果です。利用可能な CSV ファイルがリストで表示され、番号ここでは、2を入力すると、アクセロメーター_ウォーク .csv が選択され、データの中身が表示されています。TGF というのが、合成加速度 SVM ですね。まずは、読み込んだデータをそのままグラフにしてみましょう。横軸に時間タイム、縦軸に加速度の値を取り、各成分をプロットします。データの全体像を把握するためのステップです。こちらが生データのグラフです。ギザギザと激しく波打っているのがわかります。これが生データの状態です。特に赤い線の TGF 合成加速度に注目してください。かなりノイズや変動が含まれているように見えます。ここで、バンドパスフィルターの登場です。これは、特定の周波数範囲の信号だけを通して、それ以外をカットする強力なツールです。スライド6で確認した通り、重力などの低周波とノイズなどの高周波を同時に除去し、目的である 0.5Hz から 20Hz の身体運動だけを取り出します。これにより、歩行などの分析に最適なクリアな波形を得ることができます。高度の実装に向けた設計です。まず、サンプリング周波数 FS を確認し、通過させる下限ローカットを 0.5Hz、上限ハイカットを 20Hz に設定します。フィルターの次数オーダーは4としています。また、フィルター設計にはナイキスト周波数サンプリング周波数の半分が必要です。Python の CP.Signal ライブラリーにあるバター関数で係数を計算し、フィルト関数を使って位相ずれなくフィルターを適用します。実際のコードです。まず、サンプリング周波数 FS を推定しています。データの行数と経過時間から平均的なサンプリングレートを計算します。そして、カットオフ周波数 0.5Hz と 20.0Hz と次数4を定義します。続いてフィルター係数の設計と適用です。ナイキスト周波数で正規化を行い、バター関数で係数 B と A を取得します。そして、時間タイム以外のすべての列に対してループ処理を行い、フィルト関数でフィルターをかけていきます。実行結果として、推定サンプリング周波数は約 97Hz であることがわかります。フィルター適用後のデータをグラフ化するコードです。処理されたデータフレームで EF アンダーラインフィルタードを使って、先ほどと同じように折れ線グラフを描画します。こちらがバンドパスフィルター適用後のグラフです。先ほどの生データと比較して、波形の中心が0付近に揃っているのがわかります。重力成分直流成分が除去され、純粋な動きの激しさの変化が見やすくなっています。最後に、合成加速度 TGF に注目して、さらに見やすく加工します。TGF のグラフに、30項の移動平均ムービングアベレージを重ねてプロットします。移動平均を取ることで、瞬発的な動きだけでなく、動作の大きなうねりや傾向を捉えやすくなります。こちらがその結果です。青い線がフィルター後の合成加速度、赤い点線がその移動平均です。ここで、なぜ揺れの中心が0に近づいているのか、という疑問への答えですが、これはバンドパスフィルターによって、DC 成分直流成分や、ドリフトといった低周波成分が除去されたためです。重力などの一定にかかる力オフセットが取り除かれ、純粋な運動による変動のみが0を中心に表現されています。本日は、スマホ加速度データの前処理として、合成加速度 SVM の計算と、バンドパスフィルターによるノイズ重力成分の除去について解説しました。これらの処理を行うことで、より精度の高い行動分析が可能になります。ご視聴ありがとうございました。